魏歌氏は確かに宮女の出身でしたが、彼女が不茶、皇后の宮女であったかどうかについての歴史的なデータはあまりありません。乾隆帝は、乾隆41年2月41日に書かれた詩、後見皇后陵来主中で、魏歌氏と不茶、皇后の関係に言及したようです。この詩は、その時点で皇后と魏歌氏が比較的な親密関係あるはずのことが証明できます。だから、乾隆は、魏歌氏に対しての扱いは、通常の側室とは異なりました。魏歌氏は、歴史上非常に伝説的な人物です。魏歌氏は、皇儀準皇后ですが、残念ながら、皇后の称号が、彼女の死後、授与されたものでした。彼女の息子は後に嘉慶帝になりました。魏歌氏は、内官僚儀生隊の娘である、元から満州正黄旗ボーイの官軍に属していました。彼女は、雍正5年9月9日に生まれ、満州の最下層のボーイの出身で、ボーイとは清王朝では、奴隷でした。彼女13歳の時、宮女として宮殿に入った、乾隆帝より16歳年下でした。そのような低い背景から、後期妃までずっと昇進してきて、最終的に乾隆帝によって満州城後期の席に転入されました。彼女が非常に知的な女性であるべきことを理解しかねない。清王朝の慣習では、宮殿に入った8期の女性は、直接妃または嬪の位をつけることができました。しかし、皇帝が8期以外の女性、たとえ、宮女を好きになる場合は、彼女たちは、まず各妃嬪のところに配置されて、宮殿のルールとマナーを学びさせます。その後に、作法に進んでいかれます。配置の問題も非常に重要であり、それは、衆女が宮殿に入る初期のステータスに関係しています。衆女とは、清王朝で、側室の選択の準備のために宮廷に選ばれた女性という。魏歌氏は少なくとも、8期以外の衆女の中で優秀だったので、彼女は、皇后のところに配置された。貴人の意に封ぜられた。他の資格が不十分な衆女たちは、別の妃嬪たちのところに配分されていった。常在の位に封ぜられました。魏歌氏は美しく、心優しい、近畿書画が優れており、モンゴルの女性と比べると、漢の背景が魅力的です。乾隆帝は、彼女が気に入って、乾隆10年の正月に嬪に封ぜられた。その頃魏歌氏は19歳だったが、3嬪のうちの一人。当時、乾隆帝は、エホナラ氏の諸嬪、白氏の院、魏歌氏の霊嬪、3人の嬪がいました。乾隆帝は彼女を霊嬪に封ずる。霊という言葉は、章のごとく、慶のごとく、霊文霊宝の司教、大河に由来しています。古代中国には良い意味があります。おそらく魏歌氏が皇帝に翡翠のような優しく美しい面を聞いて見させたので、彼女はこの称号を得ました。霊に相当する満州語はメルゴンであり、聡明、賢いを意味します。当時、後見準皇后は亡くなり、後見準皇后の生前に、魏歌氏は皇后のそばに配置された皇后からマーナやルールを学ぶであったため、乾隆帝は彼女に対してもっと親近感が湧く。後見準皇后を恋しく思ったため、乾隆帝が魏歌氏に感情を移したのかもしれません。また、乾隆帝は複雑な政治的利益を考慮せずに、彼女と仲良くするプレッシャーはないと感じました。したがって、乾隆帝がどこへ行っても、いつも彼女を連れて行きました。たとえ彼女が妊娠していたとしても、彼は、まだ、彼女を連れて同行しました。それによって、
彼女は10年間で7回妊娠し、出産後すぐに再び妊娠しました。このような頻繁な出産は戯歌詞健康を悪化させ、長期間に眠れなくって、長い間、神経を落ち着かせるために、辰砂を使わなければなりませんでしたが、辰砂は重金属であり、長時間服用すると鎮静効果がありますが、体内に大量に蓄積し、ついに彼女は慢性中毒で亡くなりました。乾隆帝油量が盗まれた後、皇儀準皇后の遺体が腐敗されていないことが判明したのはこのためであり、これは彼女が生涯にわたって頻繁に辰砂を使用したことに関係あるかもしれません。では、光顕準皇后の死後、当時の乾隆帝の後宮の状況はどうでしたか？乾隆帝の後宮には、裏奈良慶皇后に加えて、資料によると41人の側室がいる。その中、非常に早く昇進して、また非常に多くの子供を産んだのは、戯歌師一人だけでした。次に、戯歌師の昇進について話しましょう。戯歌師は19歳の時に、乾隆帝に、戯貴人に封ぜられた。同年、彼女は品に昇進し、礼品に冊封された。清王朝の全歴史において、妃嬪が1年内に2段階連続昇格されることは、非常に稀でした。戯歌師が、乾隆帝に深く寵愛されていたことがわかります。その直後、子供がいない下で、乾隆13年に彼女は、礼妃に昇進し、乾隆24年に礼貴妃に昇進し、乾隆30年にはさらに皇貴妃になった。礼皇貴妃になったが、彼女に立宮を管理する指示はなく、つまり、乾隆帝が彼女を慶皇后にするつもりはなかった。次は、乾隆帝が、戯歌師をどれほど寵愛していたかを、彼女の妊娠と生産の記録を見るとわかります。乾隆21年7月15日、戯歌師は、延命園で彼女の遺後、コリンは正皇子を出産しました。当時、乾隆帝は、延命園に長く住んでいた頃、妊娠中の戯歌師も同行したからこそ、コリンは正皇子が延命園で生まれました。戯歌師の産後1ヶ月ケアを待つ後に、乾隆帝は延期された旅程を再開し、使用徳へ、秘書に行った。乾隆22年7月17日、戯歌師が長女であるコリンは正皇子を産んだ。ちょうど1年ぶりに、戯歌師は再び皇帝の14番目巫女である、永露を出産しました。長女を出産した間もなく、戯歌師は再び妊娠したことが分かりました。江南へ同行した5人の側室の中には、妊娠3ヶ月の戯歌師がいた。乾隆帝は妊娠中の戯歌師を連れて行くのは、生理的欲求ではなく、本当に好きであることが表されていました。南巡から帰ってきた、コリンは正皇子の1歳の誕生日の直後に、永露が生まれましたが、残念ながら、天然痘で4歳で亡くなった。乾隆23年7月14日、彼女の第3子である9番目の和石は各皇主も延命園で生まれ、3人の子供の誕生日は、ほんの数日しか離れていませんでした。乾隆24年に、妊娠6ヶ月の戯歌師は流産しました。彼女を慰めるために、乾隆帝は彼女を礼貴妃に昇進させました。ただし、今回の貴妃を、冊封は、非常に重要であり、それ以前は、満州族の側室のみが、貴妃に昇格することができました。さらに、戯歌師は、皇太子の母でも、貴族の出身でもないので、貴妃になることは特別の光栄である。乾隆帝が彼女を非常に重視していることを示しています。乾隆25年2月頃、戯歌師は再び妊娠した。その頃、乾隆帝はすでに50歳でした。9月9日朝と戯歌師の誕生日だった。戯歌師の妊娠の様子は、サイエンシー図で表した。絵の中に、戯歌師が、妊婦のように見える、皆に支えられていた。乾隆帝は、当時の宮廷画家のカスティリオーネを、
義家氏の9ヶ月妊娠中の様子を描かせた。その時、義家氏は妊娠9ヶ月で移動するのは当然不便でしたが、9月9日は彼女の誕生日を祝いために、乾隆帝は秋の狩猟でも彼女をそばに連れてきて、彼女の妊娠様子の絵を描くによってお祝いしました。この木蘭旅の約1ヶ月後、乾隆25年10月6日、乾隆帝は延命園に戻り、義家氏が延命園で、乾隆帝の15番目巫女である永遠を出産した。永遠は後に筧帝になった。乾隆帝は人生の50歳の年にまた息子を迎えることができて、とても嬉しかったです。わずか1年間の休息の後、乾隆27年11月30日、義家氏は彼の南巡に同行した時に16番目巫女を産んだが、3年後の1月15日、義家氏はまた乾隆帝と一緒に南巡していたが、3月17日に16番目巫女が死んだ。乾隆30年7月から10月にかけて、乾隆帝は熱河で狩りをしていましたが、義家氏が同行し、途中で妊娠しました。乾隆31年5月11日に、乾隆帝の17番目巫女である栄琳が生まれました。10年の間に、彼女が妊娠7回、流産1回、乾隆帝の6人の子供を出産したが、そのうち4人だけが成長し、2人は幼い時に死んだ。彼女が抜子を産んだ時、ほぼ40歳でした。彼女の出産の頻度から見ると、乾隆帝はこの側室が本当に好きだったことが分かりました。さらに、彼女は病気で亡くなるまで、後宮管理の実権を握った。彼女の死後20年後、息子永遠が筧帝になったをかけて、皇義順皇后に追放されました。歴史的記録によると、義家氏は頻繁に出産しましたが、それでも、乾隆帝の巡行に最も多く同行した日でした。彼女の2人の皇子と筧帝、すべて、乾隆帝が延命園に移住した時に、そこで生まれました。彼女と乾隆帝南巡中に、甲州で16番王子に妊娠した。同じく、乾隆帝と同行巡行中に17番王子、妊娠した。義家氏が17番王子に妊娠した時、うならな皇后も廃位されたので、乾隆帝は誰かに命じて、皇后だけ住めるよう神殿の東小座敷を修理し、そこに義家氏を住まわせるように。17番王子は生後わずか1ヶ月で、義家氏は再び乾隆帝と巡行に出かけました。それはまさに義家氏が皇帝に同行し、子供たちの世話をする時間がなかったため、彼女の息子の何人か養母がいました。いわゆる養母は他の側室に子供たちの世話をさせることです。新列朝皇位伝項で、乾隆帝はかつて彼女に、重家資質という4文字のコメントをしました。重家資質とは、重は優しい、家は美しいを意味します。乾隆帝は、義家氏は優しくて美しい女性だと言いたかったのです。10年の間、義家氏は、妊娠や子供を産む、繰り返した。帝王として、乾隆帝は数えきれないほどの側室がいましたが、彼は、長い10年の間に、義家氏と一夫一婦制の生活を送っていたようです。乾隆30年5月10日、うならな皇后が髪を切ってから4ヶ月後、義家氏が、貴妃から皇貴妃に昇格された6月11日に、皇貴妃の冊封が行われた、皇貴妃義家氏が、皇宮の最高位の人物になりました。乾隆帝は、乾隆38年に15番目である永遠は、皇太子として密かに設立した後、永遠がスムーズに王位に就くことが確保しなければなりませんでした。もしもこの時に、義家氏が皇后として授与された場合、皇太子は15番目の息子永遠であることは、間違いなく、政治的な合図を送ります。王位を奪いという一部の人々の欲求を喚起するに違いない。政治の安定が助長できない。
それはまた永遠と彼の兄弟の成長を助かりません。もちろん、乾隆帝は皇帝であり父であるため、王位を奪うという残酷な場面を見たくなかった一方で、魏下氏の肝心の背景であることでした。そのため、永遠の母親である魏下氏は、皇貴妃の地位を維持し続けることしかできませんでした。乾隆39年末に、魏下氏が、乾隆帝と共に熱河から宮殿に戻った後、魏下氏は、病気になりました。乾隆40年1月10日、乾隆帝の7番目の娘である、魏下氏の長女が20歳で亡くなりました。魏下氏の死は、娘の宗生に見舞われたのかもしれませんが、長女の死後19日目である、乾隆帝40年1月29日にも魏下氏は49歳で亡くなりました。愛する人を次々と失った乾隆帝の悲しみは想像以上でした。特に、いつもそばにいる魏下氏の死は、彼を非常に悲しませた。高僧行政史の第4話では、彼は、また彼の悲しみと恋しく思う心情を綴った。魏下氏の死の前に、乾隆帝は、彼女の家族の籍を満州上皇記に移入し、また青函茶寮の半分の優遇を授けました。当時、魏下氏の兄弟である徳慶はまだ生きていたので、徳慶の子孫はこの茶寮職を相続しました。乾隆帝はまた、8番王子、12番王子、15番王子など、そして腹心を含む多くの王子に、皇貴妃にもに服するように命じ、また、内、無府総監大臣に指示し、全力的に彼女の葬式を取り扱います。乾隆帝は元の副葬品に18件を追加し、それで76件になりました。これは皇后の副葬品より1件少ないだけでした。魏下氏が残した遺物から見ると、彼女が生前にすでに東宇長種を所有していたことがわかります。東宇長種は皇后のみが着用する資格があり、乾隆帝が魏下氏の特別な扱いこともわかります。乾隆帝は自ら霊皇貴妃の贈り名を与えました。彼の将来死後の霊廟有料に入れて、それは彼の棺の右側に置かれ、元の光顕順皇后に次ぐものでした。魏下氏は乾隆帝と共に埋葬された5人の側室中の一人にもなりました。乾隆60年9月3日、乾隆帝は15番目の息子である永遠を皇太子として公表し、同時に皇太子の実母である亡くなった魏下氏に皇義順皇后を追贈した。乾隆帝は魏下氏の皇后の地位は息子が相続人に選ばれたために与えられたものであり、天地を祀る必要はないと思いました。法宣伝で告祭するだけで十分、天下に告示することはいりませんでした。嘉慶帝と東皇の後、皇義順皇后の贈り名項は次の通りです。皇義恭順皇有事に、丹各民手強く天育、清順皇后。乾隆帝は、とても魏下氏を寵愛しましたが、彼女の漢族の背景で、最終的にも、乾隆帝は、祖先制度に違反したくなかった。魏下氏の死後、息子も皇帝になった後に、せっかくの皇后に追放されました。乾隆20年から40年まで、魏下氏の半分の時間は妊娠と出産に費やされました。皇帝の後宮に関する限り、6人の子供を出産した魏下氏が皇室に大きい貢献しました。それゆえ、乾隆帝の心の中であろうと後宮の中であろうと、最も影響力のある人物は魏下氏と言えます。そして、彼女は新王朝の唯一の漢人皇后でもあり、息子の嘉慶帝は半分の漢民族の血統を持っています。最後までご覧をいただき、誠にありがとうございました。また次の動画で会いましょう。